ピンゲラーマシュレですけど、今回もスクバスやっていくんですけど、今回はこちらですね、ソロエメチキラン攻略ということでやっていきたいと思います。ということで、10月の29日の夜かな、突然来たっていうところで、SNS の更新もなくね、急に来たんで、マジでね、びっくりしたんだけど、10月のイベントとしてギリギリ滑り込んできたエメチキラン。はい、こちらの攻略やっていきたいと思います。そもそもが勝ち負けのない簡単なゲームモードではあるんですけど、効率よくね、チキンを集めるっていうところに焦点を置いて、1試合平均170、80匹は簡単に集まると思うんで、その辺のコツですね、喋っていければなと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということでエメチキランやっていきましょう。まずはプラザの方にチキンが来てるので、こちらをタップしていただくと報酬の画面に移ります。目玉としてはスキンになってくるので、皆さんね、アーケードモーティスはこのイベントが初めてだと思うので、まずはここをゲットするっていうのと、あとはね、持っていないスキンが並んでいると思います。で、もう一つめちゃめちゃ美味しいですね、ラッキーボックスというところで、はい、ハイパーレアなんでね、もう最低保証がめちゃめちゃいいっていうところがあるんで、こちらはしっかりと逃さずゲットしていきましょう。スーパーレアの方も5回購入できるっていうところがあるので、毎日こちらはゲットできると思います。上の方にね、6時間と49分と書いてあるので、期間中は更新されるものとなっていると思います。で、エメチキラン自体の日にちっていうのは左上に5日と6時間と書いてあるので、11月の3日くらいになるのかな。そのあたりまで開催されると思うので、その期間中はこのラッキーボックスは絶対に逃さないようにしておきましょう。で、ショップのチキンについても3000コインで30チキンっていうのが3回購入できるっていうところで、そんなにコインの価格としても高くないので、買っちゃってもいいかと思うんだけど、コインに余裕がない人ですね。はい、今の真白のこのサバかなんか8000コインしかないんでね。こういった方に関しては、無理に買わずにしっかりとエメチキランを遊んで回収するっていうのがいいと思います。ということで、エメチキラン攻略やっていきましょう。まずはゲームモード選んでいただいて、はい、ヒーローのおすすめから喋っていきましょう。おすすめヒーローは、モーティスかロワキンのどっちかですね。どっちも遊んだんだけど、そんなに変わんないですね。なので、育成が済んでる方ですね。使い慣れてる方を選んでいただければと思います。どっちのヒーローでも170匹、180匹は平均でいくと思いますし、あと200匹とかね、チキンを集めることもできると思うんで、その辺目指していただければと思います。もし持ってないよっていう方に関しては、ソニック若干火力落ちたりするから、ちょっとぐだる時あるんだけど、ソニックでもいいのかなとは思いますね。あとは、アチャクイカババキン使うのが無難かなっていうくらいですね。はい、っていうところで今回はロアキンの方で遊んでいきたいと思います。モーティスはね、多分ね、いろんな YouTube 動画転がってると思います。やっぱりね、こういうイベント系でモーティスって便利だったりするので、はい、育成の一つにね、入れていいと思いますが、ロアキンの動画はないかもしんないっていうところでね、ロアキンの動画でね、今回お送りしたいと思います。立ち回りとかサブキャラはそのままここをモーティスに変えていただければいいっていうのがあるので、はい、サブキャラの役割だけね、把握していただければと思いますが、まずはマックスニワトリですね。足の速さとターボブーツ獲得、ここは分かりやすいと思います。パワーの方も、タレットとスケルトンバレルがチキン集めでも防衛でも活躍してくるのでいいと思います。ラインナップの方こんな感じです。ヒーラーはポコ、そしてメイビスでコイン稼ぎ。で、その稼いだコインで旅商人のメガポーション。メガポーションは攻撃としても使えるし、移動速度上昇としても使えるので非常におすすめです。ホグライダー。ここがですね、例えばアイスウィザードだろうと、ダイナマイクだろうと、防衛は変わんないので、攻撃役を入れなくてもいいのかなと思っています。なので、移動速度上昇ですね。ホグライダー使うんだったら、ここグレックの方が良くないって思う方いるんですけど、そんな変わんないですね。畑の周りには草むらはないけど、木の周りには草むらがあるって思う方いると思うんですけど、それでも別にいいと思います。なんだけどやっぱね、稼げる量が段違いなんで、メイビスの方が。一気にコイン稼げる方がいいなと思いました。あとそんなに草むらもね、多くないので、多くないというか、あんま内側に草むらがないので、こんなにホグライダーはかすめる程度でね、いいと思います。で、ナックルズ、これはですね、ターボブーツたまに落としてくれるので、それで入れているだけでですね、はい、こちらも喋りながら後からやっていきます。で、ウィザードは分かりやすいですね。パワーチャージ。あとは B、これはちょっとでも取りこぼしがないように8で攻撃できたらラッキーかなくらいですね。テイルス、ここは攻撃力が高かったら何でもいいので、モーティスを使ってる人とかは、テラー博士とかの方がね、モンスターチャージとの組み合わせがいいと思います。ネクロマンサーでもいいと思いますね。今回はロアキンなので安定のテイルスで、はい、やっていきたいと思います。で、レオンは攻撃力と移動速度上昇。ここは分かりやすいと思うので、はい、そんな感じで遊んでいければと思います。じゃあ、エメチキラン1試合やっていきましょう。ちょっとね、稼いでいければと思うんだけど、基本的には、時計回りでも反時計回りでも何でもいいので、こう外側からね、ぐる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 回る感じがいいと思います。真ん中の道から行ってしまうと、右左ね、効率悪くなっちゃうんじゃないかなと勝手に思ってるので、どっちかというと、こんな感じで、ぐる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 回っていく感じね。最初はちょっと足が遅いんで、
集まるところも集まんないっていうのはあるかもしれませんが。はい、戻っていきましょう。敵モンスターに自分のこの集めたチキンをね、攻撃されちゃうと、たまったもんじゃないんでね、消えちゃうんで、チキンが。やられちゃうんで、気をつけて、はい、この、逃げ遅れがあるんで。ウェーブ1とかは本当にね、デリバリーとかで簡単に倒せます。デリバリーとかで簡単に倒せるんで、自分はこうやって、横着しておけばいいと思います。はい、スケルトンドラゴンもこれ投げておけばいいんでね。で、マックス取って、これはもう下準備ですね。自分は下準備。キャラクターをいっぱい取って、この辺投げておいて、で、メイビスがメガになったんで、ここで取っていくと。さあ、これ勝手にね、もうやられちゃうんで。で、ポーション取って足の速さ変えてあげて、コインを集めてデリバリーっていう感じですね。はい。で、グレッグだとね、まあ、そんなちょっとデリバリーのチャージが悪かったりするんで、自分この1個内側にいるじゃないですか。内側にいても、このデリバリー投げておけば外側のチキンも回収できるので、なんか無理にグレッグで外側大回りする必要ないのかなとは思いました。はい。っていうところかな。だったらコイン稼げるメイビスの方が効率いいのかなと個人的に思っています。で、ウェーブ2とかも、このもう、パレットに任せればいいんでね。この辺投げておきましょう。適当に投げておいて、この辺のダメージはそんな気にしないんで。はい。この辺も適当に投げて、まあ、ちょっと様子見ながら、はい。もうこの辺も大丈夫ですね。いけそうですね。自分はこっちの下準備ですね。こっちにデリバリー投げておいて、敵モンスターが全部やられた後に、すぐね、攻撃してくれるようにしましょう。さすがにこのタレットの位置は適当すぎるか。はい、これで。で、ナックルズ取って。で、まあ、合体とかメガも、序盤は意識しなくても別にやられることないし、はい、適当にキャラクターを集めていろんな能力を発動させる方がいいと思いますが、はい、適当に投げていきましょう。もう本当投げるだけですね。ぐるぐる回って投げるだけ。で、ゴブリンもね、使ったんだけどね、ゴブリン効率悪かったね。終盤やっぱ、ウェーブ5とか6になってくると、ホールドアウトしちゃうんで、宝箱開かなくなると、ゴブリンがコイン落としてくれなくて、コイン落としてくれないと、デリバリーチャージできなくて、みたいな感じになるんで、はい、そんな感じで、まあ、ゴブリンとか、あとジェシーね。ジェシーも、ホールドアウトしたら、タレット置きにくくなるし、置けれなくなるし、宝箱開けれないから。あともう一つね、宝箱ってこの下2つしかないんで、この辺にタレット置いてもね、そんなにチキン集めの効率は変わんないので、まあ別に、買う必要ないのかなと個人的に思います。はい、なので、ゴブリンとかジェシーは無理に使わなくていいところで。この辺も巻いてあげて、あと勝手にやられていくんで、この辺にデリバリーを巻いておくと。とても早く先にね、下準備をやっておけばいいと思います。で、メイビスとて、デリバリー投げて、コイン回収、ポーション出る、移動速度上がる、みたいな。この繰り返しでございます。コイン獲得するのがね、いいんだよな、これ。モーティスだとなんか、この辺のコインがちょっと無駄になってっていうのが気になるんだよな、個人的に。真っ白だけだと思うんだけど。はい。で、コインが無駄にならずにデリバリーに変わるんで、おすすめなのかなと思います。さあ、これ防衛して、で、ウェーブ4とか、ウェーブ4はまだ全然難しくないんだけど、あとね、デリバリーが範囲攻撃なんでね、一応。はい、ここね。ウェーブ4が楽しい。ウェーブ4まとめて倒せるの楽しいよね。範囲攻撃持ってんで。はい、こんな感じで。一気にいっちゃうよ。さあ、はい、置いておいて。この辺も投げておいて、真ん中も制圧して、この辺は、こっちか、こっちなんで、デリバリー投げて、下準備ね。モンスターがいるうちにタレットとかスケルトンを巻いておいて、下準備しておきましょう。さあ、これで、足が速いですね。足が速くて操作が全然効いておりませんが、この辺も巻いて、で、左側にはタレット巻いているので、ちょっとでも集まってるでしょうと。で、もうコインもそんな必要ないんでね、もうコイン余るほどあるんで、チキンをしっかりと、こう、返してあげる。で、このコインは無視する。だからコイン無視しなくても、まあ、デリバリーがこう集めてくれるんだよね。これがロアキンのいいところ。モーティスだとああいうコイン逃しちゃうんだけど、ロアキンだと親衛隊巻いておけば、このコインですら無駄にしないってね。で、それがまたデリバリーに変わってっていうね。デリバリーに変わることによって、それがまたさらに、デリバリーに生まれ変わってっていう、このコインをとにかく回収して、デリバリーに集めさせる。最高のムーブが作れます。とにかくコイン、デリバリー、とにかく。で、ウェーブ5痛い。ウェーブ5あたりから痛いんだよね。ウェーブ5の序盤の方マジで痛いんで、これ火力ね、時間が経つごとに落ち着いてくるので、とにかくデリバリーとスケルトンバリューで時間稼ぎしましょう。ナックルズも潜ってくれてますね。ナックルズも潜ってくれてるんで、はい、この辺ももう親衛隊に任せておいて、畑を適当に取る。畑を適当に取ったら、親衛隊が回収してくれる。それがまたデリバリーになって、下準備になると。もう完璧ですね、この辺も。適当に集めて、タレット置いておく、デリバリー投げておく、畑のコインを回収する。それがまたデリバリーになる。そこでデリバリーがまたチキンを獲得してくれる。もう無限ループ。無限ループです。もうこれ適当に置いてきます。で、畑返してあげる。で、このチキンのコインはデリバリーに回収させるっていうね。チキンのコインもデリバリーに回収させます。はい、完璧ですね。ポーションはちょっと丁寧に取った方がいいかもしれないけどね。
うん。で、デリバリーに回収する。モーティスはね、このコインが無駄になりがちなんだけど、ロアキンの方はね、このデリバリーがまた回収してくれるんで。で、敵の襲撃が来そうになったら、ちゃんと帰ってきてあげるね。敵の襲撃だけはちゃんと、鶏が無駄になっちゃうんで、はい、しっかりと。鶏まだ無駄になるから。で、デリバリー投げておく。で、足止めしておく。モーティスだとね、この足止めがちょっとめんどくさいんだけど。エムズ痛いよ。エムズでヒーローワンチャン落とされるよ。エムズ痛いってロボフランケン。ちょっと待って、マジで痛い。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 危ないって。危ないって危ないってそういうの。そういうの良くないってマジで。ファルチェがファルファルしてる。ファルチェがファルファルしてる。こういうね、ヒヤッとしながらも。ポコはね、ポコはマジでさ、冗談抜きでポコは。さすがにこんなヒヤッとするとは思ってないじゃん。でも、小屋の体力全然あるんでね。はい、この辺も気にせず。マジでポコは。オッケー来た。ポコ来たらもう強気に出ます。で、やっぱ、親衛隊が強いね。親衛隊が足止めしてくれてるんで、ちょっとモーティスだところワンチャンしんどいんだけどね。はい、で、宝箱開けてもデリバリーチャージできるし、モンスター倒してもデリバリーチャージできるんで、非常におすすめです。はい、この辺もウェーブロック最後。ちょっと危なかったね。最後マジ火力だけ気をつけてね。ただ、それまでしっかりと小屋を守っていたので、小屋で軽くね、受けてあげれば問題ないってことで。はい、非常にですね。ここから最後。ウェーブ最後。ウェーブな、表ステージも、しっかりとかけていきましょう。さあ、もう、投げてみて、最後、頑張って、頑張って、ラスト、閉まってください。なくてさ、ブレケ倒としてるかとしないよ。それもないよ、っていうことで。あと20チキンがもう迷子になってるから、これ、迷子になってるから、遅いってチキン。もっとチキン集まる。帰ってきて。あと14秒しかないから。あと14秒。じゃあ集まって。チキン。200匹いく。いや、おい、チキン帰ってこい。200匹いけねえじゃねえか。はい、っていうところで、まあ195匹なんでいい方かなと思いますが、なんかね、このチキンが帰ってくる挙動がスムーズじゃないんだよね。すげえ足が遅いし、隊列は崩すしっていうところでね、ちょっとね、ここだけ治ってくれたら本当に200匹とか毎回安定して集めると思うんだけど、まあこんな感じで、とにかくぐるぐる、それだけイメージしておけば、まあ195匹。200匹行きたかったね。200匹行きたかったよ。もうこれでいいです。はい。はい、ということで、今回 MHK ランやっていきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、モーティスも立ち回りそんな変わんないので、使いやすい方で本当にいいと思います。170匹、80匹は安定すると思うし、ちゃんとチキンが帰ってくれれば200匹いけると思います。はい、っていうところで、まあ、今回のポイントとしては、メイビスで畑を取る。で、コインを親衛隊に回収させる。で、その親衛隊がチキンも攻撃してくれるし、またコインを集めてくれて、それがまたデリバリーになって、それがまた畑を取った時にデリバリー投げてあげてみたいな、この無限ループですね。はい、ここを意識していただければと思います。で、個人的にロアキンがいいなと思ったのは、もちろんね、そのチキン集めの観点でもそうなんだけど、防衛の時にね、しっかりと耐久してくれるんだよね。足止めしてくれて、ちょっとね、危なかったシーンもあったんだけど、ああいったところもうまくね、デリバリーで足止めしてくれてるからこそっていうところもね、安定したりするので、個人的にはおすすめかなと思いました。で、モンスターを倒したらまたモンスターがコインになって、それもまたデリバリーになってるからね。はい、っていうところでも非常に楽かなと思ったんで、おすすめでございます。真っ白も、モーティススキンですね。はい、こちらいただきましょうか。で、スキンをゲットしたらもう、あと、毎日ね、そんな、これ、150チキンしか集めなくていいんでね。まあ、1日1、2試合遊ぶだけなんでね、そんなに苦労ないと思いますが、ロアキンがおすすめでございます。よければ、高評価、チャンネル登録、そして皆さんのおすすめの編成とか立ち回りとかありましたら、最高記録なんかもね、コメントでお待ちしております。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。あの夜も